はいどうも、フランスガイド中村です。今私がいるのはリヨンのクロワルスという丘なんですけども、今回はねこのクロワルスの丘の裏道散歩に皆さんをお連れしたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということで今私たちの目の前に見えているのは地下鉄の入り口クロワルスということでね、リヨンにはね2つの大きな丘があるんですよ。一つはねフルビエールの丘と言います。その丘の一番上にはバジリカ聖堂があるよね。ですからその丘は祈りの丘なんていうふうに呼ばれている。一方こちらのクロワルスの丘というところはもともとね絹織物職人たちが住んでいた場所ということで働く丘と通称で呼ばれているところです。リヨンのこの絹織物職人たちはカニュとも呼ばれていたので、ここはカニュの丘なんていうふうにも言われているんですよ。さあ今ね目の前に見えているのは絹織物とは全く関係ないんだけども、ここはね今ね移動遊園地ができて作っている最中、準備している最中なんですね。そしてここでね紹介したいのはこの彫刻なんですよ。はい、この人ですね。この人はリヨンで生まれたカニュ、リヨンのカニュの息子として生まれた人で、ジョセフ・マリー・ジャッカーという人なんですよ。でこの人はね1801年自分の名前がついているジャッカード機、ジャッカード食器を発明した人なんです。はい、ということでねこの絹織物と非常に関係のあるこのねクロワルスの丘の上広場、クロワルス広場にジャッカールの像がありました。彼がねジャッカード機を発明したその19世紀初頭にすでに織物は機械で織っていたわけね。しかしその機械は自動化されていたんだけども、柄物を織る時には自動化されていなかった。柄を作るためには縦糸の動きをね頻繁に変えることによって柄を作っていくんだけども、それは手動でしかできなかったわけね。そこでねジャッカールさんはこれをプログラミングできないかと考えたわけ。彼は厚紙に穴を開けてそれを長くつなげる、それをね食器と連動させるんですよ。そうしてね厚紙の穴が開いている部分だけ、縦糸が上がるようにしたということなんです。はい、そのことによって柄物を自動に織ることができるようになりました。これがねジャッカード機というものなんですね。はい、これがね19世紀に発明され、それがねこの絹織物産業の中に取り入れられることによって19世紀リヨンではこの織物産業の黄金時代を迎えることになりました。さあ今ね私たちの目の前に見えているこの建物なんだけども、はい、これね今ね学校でございます。どうだろう、なんか子供のさ遊んでいるキャーキャー言っている声が聞こえてきてんじゃないかなと思うんですけども、現在学校ね、しかしねここはもともとケーブルカーの駅があった場所なんですよ。現在ほらクロワルスの駅、地下鉄の入り口が見えたでしょ。けどねかつてはここねケーブルカーがあったんです。このねケーブルカーの通っているところが現在では地下鉄が通っているわけなんだけども、このケーブルカーの時の駅は歴史的な事件と関わりがあって、それがねここに写真があるんだけども、この人なんですよ。はい、この人ね、この帽子をかぶったダンディーな男性なんだけども、そうこの人ねジャン・ムーランですよ。ジャン・ムーランといえばフランスが第二次世界大戦中にナチスドイツによって占領された時に活躍したレジスタンス運動のまとめ役だったよね。シャルル・ド・ゴール将軍はナチスドイツに対抗するためにロンドンに亡命する。そこからレジスタンス運動を投げかけるわけなんだけども、彼はロンドンでね、その呼びかけを行い、ロンドンで軍事的な組織を
軍事的な人たちを組織していくよね。一方フランス国内では地下組織としてレジスタンス運動をどんどん組織していくわけなんだけども、その組織した一人の中心的人物が先ほどのジャン・ムーランですよ。で彼はフランスにおいてそのレジスタンス運動の英雄とみなされているんだけども、その理由がね、先ほどの駅で彼は捕まっているのよ。秘密会議に出席するためにリヨンに来て、そしてリヨンのケーブルカーに乗ってあそこの駅で降りた。その時にナチスの秘密警察ゲシュタボに捕まるだよね。そしてその捕まった時に拷問されるわけなんだけども、彼はその拷問にずっと耐えて口を割らなかったわけ。その拷問がもうあまりにも厳しかったために、最終的にこの拷問が理由で彼は命を落とすことになるんだよね。だからその命を懸けて口を割らなかった英雄としてジャン・ムーランというね人が歴史に残っています。そしてね、彼が逮捕された歴史的な場所があの場所でございました。ということで今ね、目の前にはこのねリヨン一望できる丘が見えてきたんですけども、素晴らしいねところを紹介しようと思ってます。リヨンと絹の結びつきというのはね、実は非常に深い関係があります。絹織物をリヨンで作り始めたのは16世紀半ばと言われていて、当時のフランスの王様フランソワ一世という人がこの絹織物産業をリヨンに根付かせました。当時のね、絹織物の中心地といったらこれイタリアだったんですよ。けどもイタリアからずっとね、絹織物を買っていたらお金どんどんイタリアに吸い取られちゃうでしょ。だからこのイタリアのマーケットを全部フランスが奪い取れるぐらいの絹織物産業をフランスに植え付けようとしたわけよ。それがフランソワ一世の16世紀の半ばでございます。その時にフランソワ一世はこのリヨンを選んだんだよね。そしてね、そのリヨンの絹織物産業がさらに発展するのがベルサイユの時代なんです。ベルサイユ宮殿作ったのはルイ14世でしょ。彼は自分の宮殿を最高級の絹織物で装飾したいと考えた。そこで選ばれたのがリヨンの絹織物だったんです。だから当時はね、ルイ14世の趣味でデザインがされ、そのデザインのもとにこのリヨンの職人たち、カニュたちが絹織物を作り、そして厳重なクオリティチェックを受けた後、その絹織物がベルサイユ宮殿に納品され、ベルサイユ宮殿を装飾していたということなんですよ。さあここにね、リヨンの街並みの展望が見えてきましたよ。素晴らしいでしょ。ここでね、リヨンの街を一望することができるわけよ。見えるかなこのさ、一番、その先の方に川が流れているんだけども、あそこローヌ川ね、あそこのねローヌ川まで私たちは皆さんをお連れすることになりますよ。じゃあこれどうやって、あそこまで降りていくかというと、ほらここに階段があるじゃん。このね階段を使いながら降りていくわけよ。さあということでね、クロアルスの丘をこれから皆さんと一緒に降りていきますよ。こんなとこね。ここはね、このローヌ川からクロアルスのてっぺんまで来れる長い階段がつながっているところでございましてね、このままずっと続いてるのよ、階段が。素晴らしいでしょ。でここはね、モンテ・ドゥ・ラ・ゴンコットといって、大きな丘の登り口みたいな、感じになってるわけ。ここねずっと降りていってもね素晴らしい風景が見れるんだけども、あえて今回は裏道散歩、裏道行こうぜ。ということで裏道入ってまいりました。そうしたらね、こんなおもむろにいっぱい木が植えられているんだけども、さあそんな葉っぱを皆さんにご来場を。見えるこれ、この葉っぱ、この形、ちょっとギザギザしてる感じ、ちょっと1個だけもらっちゃおうかな。こんな葉っぱでございます。さあ皆さん、この葉っぱ何の葉っぱでしょうか。もうあんまりね私ね植物詳しくないんでね、あんまり詳しいことは話せませんけども、これねリヨンの町に非常に関係する葉っぱなんです。もともとこの場所というのはね、
すごいねバラックみたいな家が立ち並んでる界隈だったんですって。そこで衛生的にも良くないなということで、町整備を行います。その町整備を行った時にここは公園となるんだけど、その公園となる時に木を植えようという話になった。だったらリヨンだったらこれ植えないとダメじゃんということで植えてるんです。はい、これね桑の葉っぱです。なんで桑の葉っぱここに植えるの？リヨン、絹織物の産地。そう、わかった？これ蚕ですよ。絹っていうのは蚕が作るよね。蚕がその幼虫の時に桑の葉っぱをいっぱい食べて、それを体の中で、化学反応させて、そして、自分が腸になる成虫になる時にね、繭を作るよね。繭を熱湯に入れて、そしてそれをもう一回、巻き戻す巻き取ると、それが絹の原料になるわけでしょ。はい、ということでね、このね、リヨンは絹織物の町ということで、ような、桑の葉っぱが植えられているこの公園ということでございます。なかなかさ、こういう歴史に関連することがね、ちゃんと公園の整備、そこに植えられる木なんかの種類の選定になっているというところがやっぱりね、歴史を尊重しているというか、歴史を大切にしているという感じでね、素晴らしいなと思いますよ。はい、こういうふうにね、ここはクロアルスというとか丘になっているので、ね、このような階段がたくさん出ているんですけども、そのね、先ほどのちょっとした公園から今度はまた道に入ってまいりまして、こんなストリートアートなんかもあるよ。なかなかね、その色彩豊かな界隈になるんだけど、はい、ここディドロ通りというところを進みましょう。このねディドロ通りをまっすぐ行って出てくるのがコルベール広場というところなんですけども、コルベールといったらさ、これルイ14世時代の総理大臣がコルベールという人ですよね。でそのほら先ほどベルサイユ宮殿にリヨンの絹織物職人たちが納品をすることによってベルサイユ宮殿がその装飾されていったというお話をしたけどさ、その時のクオリティチェックが大切なわけね。品質悪いものベルサイユ宮殿に装飾できないからということで、この絹織物の厳しい品質の基準を決めたのがコルベールなわけよ。だから職人にとってはコルベールさん本当に厄介だよねって感じだったかもしれないけども、彼がものすごい基準値を設定したから、それに到達しようと職人たちは頑張った。そこで絹織物は世界でトップの座に躍り出るわけよね。はい、ということで、厳しい基準がこのリヨンの絹織物産業を育てたとも言えるんだけども、だからその17世紀18世紀にはこのね、世界のマーケットのトップのシェアを取るようになるのがこのねリヨンの絹織物産業でございます。さあちょっとね時は前後するんだけども、今度は19世紀、このクロアルスで職人たちが働くようになってから、ここに職人たちは工房を構えるようになるんだけども、こんなところにトラブルがあります。さあこのトラブルの中にはね素敵な階段があるので、ここを紹介していこう。見てください、ここ素晴らしい階段でしょ。ここは19世紀に作られた建物で、もともとねこの織物職人たち、カニュたちが住んでいた界隈なんです。そこにはこのようなね大きな、階段が見えて、ここ現在ではリヨンのねクロアルスの観光地の名所の一つになっているんですよ。危ない危ないこれ結構ね、これ長い階段がこうやってありますから、私もゆっくりと階段があって、そしてこの上にこうやって階段があるわけ。19世紀にねここにアトリエがいっぱい作られるんだけど、19世紀の町のそのアトリエの作り方っていうのは16世紀からのアトリエと違うわけ。何が違うかっていうと、この辺見ると分かると思うんだけど、分かるかな、ちょっと映像ではね分かりにくいかもしれないんですけども、天井が高いのよ。
天井がものすごく高いこのアトリエ作りっていうのがされるわけ。今ではねここ住居になってますけど、かつてはここは絹織物職人たちが工房を持っていたところなのね。だいたいねこの1階部分がね4メーターぐらいあるわけよ。なんでこんなに、高い天井が必要だったかっていうと、彼らはジャッカード機を使っていたからなわけね。でここはねこの職人たちがこの絹という人たちは絹織物職人たちはものすごい低い給料で働いていて、彼らの生活状況すごい悪かったわけだから、彼らは団結してその自分たちの雇用主資本家に交渉し戦うことによって給料を上げてくれとか生活基準を上げてくれだとか、そういうね、戦いも行いました。さあここの下階段降りていくよ。なんか探検のようになってきたでしょ。はい、これがねリヨンの一つの大きな楽しみの一つで、トラブル巡りっていうのはこういうものなわけよ。私もねちょっと撮影しながらなので、階段踏み外さないようにしますけど、こっち行くとさ、ほらなんていうの、郵便受けがあるでしょ。だからここはね住宅に入っていくんだけども、この住宅の一部がねこのような人が一般人でも通ることができるような抜け道になっているわけね。はい、この抜け道のことはリヨンではトラブルというわけだよね。はい、こういう感じでねこの建物の中こうやって通り過ぎることができます。ほら見てよ、これいい感じでしょ。でこういうようなところもねやっぱね一階一階の窓がすごい縦長になっていて、天井が高くなっている設定になっているわけね。これはだから当時の職人たち、19世紀の職人たちは先ほどちょっとだけ説明したジャッカード機を使っていたからなわけよ。普通のねその機織りの上に厚紙を束ねたジャッカード機っていうのを設置するのでね、普通のその食器の高さが入るアトリエ天井では足りないわけね。そこで4メーターもあるだいたい2階分ぐらいあるね、部屋が必要で、そういうところをこのクロワ・ルスで作っていったので、このクロワ・ルスの界隈にはねこのような天井の高い家々が並んでいるということなんです。さあトラブルを抜けて、そうするとねまた目の前には別のトラブルが開いているわけね。今さこうやって普通に道に出たわけなんだけど、このまままっすぐまたトラブルに入っていくよ。20世紀にねこのクロワ・ルスというところが職人たちのアトリエの界隈になったっていうのがまた理由があって、その一つがねフランス革命なんです。先ほどさいい感じなんかその中庭に入るごとにさ、私のガイドのコメントが止まっちゃうんだけどさ、待ってちょっとこの細い階段降りていくよ。ベルサイユ宮殿で装飾してトップになるんだけど、同時に今度フランス革命が起きるよね。フランス革命が起きた時にはね王様は首切られちゃうでしょ。で貴族たちも国外亡命するから、絹織物を買う人たち、大顧客たちが全部国外亡命してしまうわけね。そうするとほらリヨンのさその買い手がいなくなるわけじゃん、絹織物の。ということでこれは困ったなと言って、リヨンの絹織物産業はずっと衰退していくわけで、その後もう一回復活したのがナポレオンなんですよ。ナポレオンは政権を取って皇帝になるでしょ。皇帝になった後もう一回、その自分のね持っている宮殿を装飾させていくので、リヨンに大量の絹織物の発注をするわけ。そこで息を吹き返す。ナポレオンが皇帝になったのは19世紀頭でしょ。19世紀頭というとちょうどほらジャッカールさんがジャッカード機を発明した時代じゃないですか。そこでジャッカード機を応用した絹織物製作っていうものがどんどんできてきて、ただその当時はね旧市街ビューリヨンにたくさんアトリエがあったので、そこにはジャッカード機入れることができない。だったらその時まだ安かったクロワ・ルスの丘に、たくさんねこういう工房を作り始めた
だからそこにね雑貨時が置けるような高い天井のアトリエを作ったということなんです。さあ目の前には面白い壁画が出てきた。はい、ここはねル・ノンブリル・ドゥ・モンドといって世界のへそという名前がついている、これね劇場です。はい、この辺はね劇場街になっているようなちょっとした繁華街なんだけども、ここはね劇場と同時にねワンマンショーなんかもやっており、さらにここの特徴は、未来の、大俳優大お笑い芸人を育てるための講座入門講座もここでね行われているんですよ。そしてここでねキャリアを始めた女性のお笑い芸人が今でもフランスのトップお笑い芸人として活躍しております。それがねフローランス・フォレスティという人なんですね。この人ね女性でもねすごいなんかエスプリの効いた面白いねスタンダップコメディアンなんですけども、今ではね本当フランスだったら知らない人はいないっていうぐらいすごい有名なところ、はい、彼女がねここでキャリアスタートしたということなので、それがね非常に有名な場所でもあります。さあ私たちはまた面白い広場に入ってきた。木漏れ日がいい、美しいよね、いい感じです。はい、そしてねここはねシャルドネ広場っつんだけど、はい、そのねシャルドネさんっていうのがこの人わかる？これ胸像がここにあるんだけどさ、これすごい似てんだよねこの人。はい、シャルドネっていうのはね人の名前です。確かシャルドネ伯爵とか公爵だったような気がするんだけど、彼はですね蚕に注目するわけ。蚕っていうのは桑の葉っぱを食べて自分の体の中でそれを化学反応を起こさせて絹を作るでしょ。だったら蚕の体の中で起こっていることを人工的にできないだろうかって彼は考えるわけよ。だからまずは木の組織をねまず抽出して、でそれを化学反応させながら人工的な絹を作る。で成功するわけよ。でそれをね人造人が作った絹糸ということで人造絹糸っつうんだけどさ、これはなかなかのいいクオリティなわけ。サラサラしててね本当に絹のようなわけよ。だからねこれを人権なんて言って、日本でも広がっていくことになるんだけども、光り輝く布ということでフランスの光線というレイヨンという名前をつけて売り出すわけね。これがほらレーヨンよ、レーヨン私もさもうそのテクスタイルのことはあんまりよく知らないんですけど、なんとなくレーヨンとかさなんか聞いたことあるじゃないですか。人工の絹のことね。でシャルドネ社っていうのが作ってね、それで日本とも取引なんかが始まっていきましたよ。はい、でその取引、シャルドネ社と取引した日本の会社はそれを日本に輸入して、人の作った絹ということで人権としていろいろ売り出したということなんですね。ただしねこのような人工的な絹、これは同時にねリヨンの発展を促すと同時に衰退も最終的に引き起こすことになるわけね。というのはもう人工的に絹作れるわけでしょ。だったらもう本物の絹作る必要がないじゃないということになるわけ。だからその街中でその工房を構えるよりももっとさその郊外とか外国に人件費安いところに行ってさ、そしてそこで大きな工場を構えた方がいいよねっていう話になる。そうするとねリヨンがどんどん絹織物の町だったのが衰退していくということになるわけよ。職人たちから工場へ、職人から機械へということだよね。でさらに20世紀になると産業革命が起こってきますから、職人たちの仕事っていうのはどんどん機械に取って代わられるわけということで、この辺はどんどん錆びれていくね、界隈になっていくんです。そしてその錆びれていた界隈の一つが実はここなのね。はい、このね階段のところ、ここをね紹介しましょう。ティアフェのパッサージュと言われるところなんですけども、ここはもともとねすごい柄の悪いというか、なんかその廃墟のようになってしまっていたところなのね。もともとはティアフェっていう人がここに家を建て、さらに住居もたくさん作って、そこにね、そのお医者さんだったり先生だったり画家だったり、床屋さんだったり、そのまた職人だったりというね、いろんな社会階層の人をその住まわせた、そういう住宅
だったんだけども、それがどんどん人がいなくなって廃れていくことによって、ここがね少しなんか危ない界隈になってしまったわけ。けどいい感じでしょ。そう見た目はいいのよ、すごい。で、ここはねすごい危ない界隈だったんだけど、クロアルスの中心なので、このままにしておくことはもったいないなって思ったのが1980年代よ。そこで20年かけてリヨン市がその工事をしてね、そして生まれ変わったんです。で今ではねすごい素敵な場所になっていて、同時にここは、クリエイターのパッサージュと言われているんです。さあ、はい、これ見て、これよ、いい感じだと思わない？これね、もともとさ、だからこういうところは全部住居だったわけで、それどんどん廃墟のようになってしまっていたから、そこをテナントが入れるように工事をして、そしてここで、若いねクリエイターの人たちに安い家賃でどうぞ入ってくださいなと提供したわけ。そしたらね、そういうところを探していたよというクリエイターの人たちが、こういうね洋服だとか、あとはなんだ、革製品だとかね、そういう自分たちのベンチャーっていうかな、そういうブランドを立ち上げてここで、営業しているということなのよ。だからね、廃墟になっていたところだからこそ、そこがすごく家賃が安くなり、新しいことをやりたいっていう人たちの、たまり場になっていくというかね、そういう、これ結構街の変遷の中での典型かもしれないよね。そんなね感じの場所になっているところなんですよ。はい、クリエイターのね界隈というところなんですけども、はい、ここね素晴らしいところなんです。はい、そしてねこのままねクリエイターのパッサージを通り過ぎていくと、やっぱね周りに影響するんだろうね。この辺のねすごいちっちゃな道なんだけども、やっぱりなんかすごいおしゃれな界隈がこの辺にぐるっと結局広がっていくんですよ。だからこの辺のね道の散歩は非常に面白いと思いますよ。さあ今度はね左手に注目。まだ見えてきていないんだけども、ここに大きな教会があります。この教会が作られたのは18世紀、はい、新古典主義と言われる時代なんですけども、見てよこれね、新古典主義だから、このギリシャ神殿をね模したようなそのようなね壮大な教会のファサド、その前にはテラスとか出ててフランスって感じじゃん。なるほどね、ここにもなんかカフェがあるわけか。こんな教会の手前でカフェしてさ、そして後ろにはこんな感じの教会があって、そして鐘が鳴るなんて最高じゃない？はい、そういう感じなんですけども、ここはね革命の時に襲撃されております。わかる？影になってるかわかんないかもな。ここに大砲の跡なんかが残ってるわけ。時計があるでしょ。時計のちょっと右の方、はい、ここですね。革命の時にね、リヨンはね革命に反対している街じゃないかなんていうふうに、誤解されてしまった。そこでねパリから革命軍がリヨンに攻めてくるなんていうねことになりまして、この大砲をぶっ放されちゃって、そこで教会がね、壊れてしまっているなんて、そういう話になっているんですよ。さあそしてね今こう歩っているのがですねル・ドゥ・ラベ・ホジエという道なんですけども、はい、このね、アベっていうのは修道院長のことね。でロジエ修道院長もそのパリのね革命軍がリヨンを攻めてきた時に殺されちゃった人なわけだから、そういうね、オマージュを捧げるためにその人の名前がついております。そしてこれまたいい感じの広場になっているわけ。どうよこれね、真ん中ね丸くなっておりまして、周りにはずらっとねこれカフェが並んでいるところ、はい、フォレス広場というね、ところ、非常にねおしゃれなところなんですけども、ここはもともとね修道院がございましてね、その修道院のもともと菜園だったそうです。野菜とかねフルーツ果樹園なんかがあったそうで、その区画が現在ではこのような住居空間になっているということなんですね。はい、そしてねこのままずっと道を進んでいくと見えてくるのがこの非常に立派な建物が
見えてきます。現在ここはビビオテークということで図書館になっているんですね。ただしこの図書館はもともとリヨンの絹織物の裕福な商人が持っていた建物なんです。ということでね、今入り口が見えてきたでしょ。この入り口のちょうどねアーチの部分注目してみようか。はい、アーチの部分はリヨンというのはね、これライオンツリーなんだけど、だからライオンの顔がアーチのてっぺんにあるでしょ。でその周りにさ、こういう風にわかる？これ葉っぱになってんだけど、葉っぱがこれ桑の葉っぱよ、ね、さっき見せたじゃない。でその桑の葉っぱにいっぱいぴょこ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 くっついてるのがこれ蚕よね。はい、ということでね、蚕のモチーフになっている入り口になっております。でさらにこの隣にはこのような記念碑があるんだけども、はい、ここはねその品質クオリティをチェックする計量場所でもあったと同時に、その上にはね蚕を研究する研究所もありました。というのは19世紀半ばにはね蚕を死滅させるような疫病が流行ってしまうわけ。その時の疫病の解決策を発見したのが、はい、この人だ、丸い中パストゥール。はい、すごいよね、パストゥールって人は。パストゥールといえばこれ狂犬病のねワクチンを発明した人ですよね。ただし彼はいろんな科学者っていうの、細菌学者っていうのかな、いろんな他の発明もしていまして、例えば牛乳ってあるでしょ。牛乳って搾りたてものすごく美味しいけど、人間の体にすごい栄養を与えるよね。しかしその人間の体に栄養を与えるっていうのは同時に細菌もそれを大好物でどんどん食べていくから、搾りたての牛乳ってすぐ悪くなるでしょ。だからさ、その殺菌というものが必要になって、もっとね長く保存するために殺菌というものが必要になっていくんだけども、その低温でずっと牛乳を殺菌すれば、その長く保存できますよ、低温殺菌っていうのを発明したのがこのパストゥールですよ。はい、ということでね、この低温殺菌のことをフランス語ではパストゥールするって言うんです。はい、パストゥリザションというふうにフランス語では言うんですね。はい、そのような偉大な細菌学者もリヨンには来ていません。リヨンには来ていないんですけど、彼の発明によってこのリヨンのね、蚕の、絹織物産業は助けられたということで、そういうオマージュとしてあそこにパストゥールの、メダルがはまっておりました。はい、そしてね、私たちねこの道を行っているんだけども、これねもうかなりね丘の下の方麓に降りてきました。そうすると分かるかな、これ建物もね少し丘の上と違ってくるんですよ。石造りの建物が多くなってきたの気づきます？あんま分かんないかな。クロワルスの丘っていうのは上に行くほどその装飾の少ない質素な家があって、下に行けば行くほど、麓に近づけば近づくほどこういう、石造りの豪華な家が増えてくるわけね。これはね織物産業の仕組みと非常に関わり、影響、つながりがあるんだけども、織物産業っていうのはねこれピラミッド型になっているわけで、そのピラミッドの頂点に位置するのが先ほど図書館を見たよね。ような今図書館になっている邸宅に住んでいた大商人たちなんです。絹織物の大商人たちは豪邸に住んでいるわけね。で彼らが、いわゆる元締めっていうのかな、彼らが絹の材料を仕入れて、でその仕入れたもので作業をさせて商品を作っていくわけよ。じゃあ彼らは誰に頼むかっていうと、工房を持っている親方にその絹を与えて、こういうモチーフでこういう絹織物を作ってくれっていうふうに発注するわけね。で今度絹織物職人の親方は必要なだけ職人を雇うわけね。でその職人のことを家女というわけよ。でその職人の働き方どうするかっていうと、親方はね住居持ってるわけ。住居持ってて、そして機械も持ってて、工房も持っているから、そこに住み込みで働いてもらって食事も出します。
そしてそこで商品を作っていく。で商品が作り終わったら、はい、あなたたちもう結構です、さようならって、そういう感じだったわけね。で彼らはさ、住居もないでしょ。で食費も全部その親方にお世話になってるから、発言力が少ないわけよ。嫌だったら出ていけばいいよ、他にいくらでもいるんだからっていう感じでね。だから給料もめちゃくちゃ低かったし、長時間労働だったし、彼らの、生活はね本当に悲惨だったわけ。こんな悲惨は許せないよって、俺たち全然お金もらってないじゃんということで団結して、そして反乱なんかを起こして、資本主義のねその雇用主に対して自分たちの労働条件とか給料だとかの向上のために団結して戦ったっていうのが、先ほどのね大会談のところで見た歴史なんだよね。ということでね、このカニュたち、リヨンにおける絹織物労働者たちの団結によって労働条件を向上させるっていう出来事は、後のね社会主義思想、それこそマルクスとかね、そういうものに影響を与えております。さあ目の前、これねコアパケ私たちの一番初めにスタートしたのはコアルスだってね、今コアパケといったところで、これね現在では地下鉄の入り口になっているんですけども、かつてケーブルカーがあった時はここがねここがケーブルカーの出発点ということで、ほら先ほどのジャン・ムーランという人はここでケーブルカーに乗り、で上のクロアルスというところでゲシュタポに捕まっちゃったということだよ。ということで、ここのね今私たちが歩いているところ、かつてはジャン・ムーランも歩いていたのかもしれないね。さあまたね皆さんにトラブル紹介しましょう。さあ入っていくよ。やっぱりトラブルの面白いところ、このようにさ、ちょっと1個ね、入っただけでものすごく雰囲気が変わるっていうところが、このトラブルのね、面白さ、魅力の一つだよね。さあそうするとですね、こんな秘密の中庭に出てくるわけ。すごい大きな空間でしょ。はい、ここもねかつて修道院があったところなんですよ。でそのね修道院の一部が現在でも建築で残っておりまして、わかる？これほら半円のアーチがずらっと並んでいるでしょう。これずっとこうやってね、一部こうやって建物としてまだ原型をとどめているんだけども、はい、ここはねかつて回廊だったところよ。修道院のね回廊だったところがありまして、ただここは18世紀の終わり、フランス革命の時に国家没収になってしまった。その後にこの全部ね土地を買って、でそこにやっぱね絹織物の工房を作りました。それがねイギリス人の実業家だったジョン・バジェっていう人だったんですね。はい、ということでね、ここも職人たちの工房とされていた場所でございます。ジョン・バジェっていう人がね作った特殊なその加工の仕方なんですけど、絹織物なんだけども、それね特殊な、ちょっと私詳しいこと分かんないんですけども特殊な織り方をすることによって、そこでねその光沢がね波のようにね見える。これモアレっていうモアレっていうねその技法らしいんですけども、そういうものをねやった発明した技法を発明して売り出した場所なんですね。はい、どう？石造りがどんどん増えてきたと思わない？はい、ということでね、麓にかなり近くなってきたということです。そしてこのねすぐ近くにはリヨンのオペラ座があるんですよ。そしてねそのリヨンのオペラ座で将来踊ることを夢見ている人たちが行ってる学校がここね、バレエ学校ということでね、ここでバレエダンサーたちが踊っているんだろうけど、ここがね面白いところなんで、この大きな扉開けて入っていこう。そうするとさ、こんなまた中庭に入るんだけど、ここがねトロ山といって、リヨンのその商人の中でも最も大きな
商人だったところね、ほら一番そのピラミッドのさ最下層がカニュだったでしょ。でその上に親方がいて、で親方はその絹織物をこの大商人に、納品するわけね。で彼らがこのまずはねそのクラルスの丘で、織った絹織物をまずこのね建物に一回まとめて、そして管理してパッケージして商品として流通に乗せていくわけよ。でそうやってその絹織物の商品がここで成立していくわけなんだけども、だからねこのピラミッドの頂点にいるのがこのね、大棚の会社っていうことなんですよ。さあそしてね今度ここを外れていくと、ここで一回集められた絹織物っていうのはさ、ここの屋敷を出るともう商品としてどんどん発送されていくんだけど、その分かるかな、目の前に見えるのはもうローヌ川なわけよ。そう丘で織った絹織物というものは一回ね、ここで集められて、そして、商品として流通されていくんだけども、その流通先どういうふうにして運搬されるかというのはこのローヌ川を使うわけね。ということでさ、クアルスの丘の上では一番ねピラミッドの最下層のカニュたちが一生懸命機織り、機械かもしれないけど、絹織物を作っていて、その作った商品を丘の下にどんどん下げていくわけね、作ったもので、その商品は最終的にこの丘の麓にある大商人のところに納品され、でここから川をローヌ川を伝って、全国に全世界に発送されるということなんですね。ですからほら丘の上には貧乏人、そして下にはお金持ちということで、ちょうどねこれ先ほど言ったピラミッドの逆側になっているわけなんですね。はい、ということでクロアルスのね丘を下りながら皆さんにはこのリヨンで働いていた絹織物職人たちカニュのね歴史なんかをね、話してまいりました。ここでねその話は終わるんですけど、最後けどこんなところで残されてもちょっと分かりませんという方のためにねここまで進みましょう。さあ巨大なかまぼこのようなものが見えてきましたけども、これがリヨンのオペラ座ですね。オペラ座というのはね17世紀、確か17世紀だと思うな、忘れてしまった、18世紀だったかな。はい、オペラ座というのは、その時代、近代に近世っていうのが、作られまして、その後ね、これなんかちょっと古くなってきたんで新しく改装しようということで、このようなね上のかまぼこドームみたいなものを作りました。この改修を担当したのがジャン・ヌーベルですよ。ジャン・ヌーベルというのとね、パリのフィルハーモニーだとかね、トゥーフ・ドゥオだとかいろんな建物がありますけども、このリヨンのオペラ座もジャン・ヌーベルが担当しております。地下もねぐーっと掘り込みまして、4面のねファサードだけ正面は残しているんですけど、内部はかなり改造しましてね、さらにこの上にはガラスの張りのドームを作りまして、ここもね5階プラスしております。このドームのね最上階にはスタジオがあってですね、そこでリハーサルなんかできるんじゃないかな、非常にね素晴らしい展望が見えるところなんじゃないかなと思います。そしてこの辺がですねまた広場となっておりまして、ここは一つの観光の名所になっている場所でもあります。大きな広場でしょ。でオペラ座があるでしょ。ですからねこの辺はねブレイクダンスをするような場所になっていたり、あと見えるかな、先ほどパタパタ言っていたんだけども、スケーターたちがね自分の技を競うような場所にもなっているんですね。そして、最後さあ皆さん、このクラルスの裏道散歩もこれでね、終了でございますけども、目の前にはまた大きな建物が見えてまいりました。はい、これねリヨンのね市庁舎でございます。市庁舎はねこれ17世紀に作られた建物で、そしてこの向こう側がねテロ広場といいます。17世紀リヨンというものは非常に発達し、その中心地がテロ広場という場所でございました。このテロ広場に面してこの建物を作ったんですね。はい、
非常に立派な建物でしょう。でこのね建物の向こう側がテロ広場でございます。だから言ってみれば今私たち、ね、裏門のところにいるわけなんですけども、こんなね視聴者の壮大な姿を見ながら皆さんとはお別れしたいと思います。ということで本日のクラルスの裏道散歩をご覧いただきありがとうございました。少しでも面白いと思いましたら高評価チャンネル登録お願いいたします。皆様のね感想ぜひコメントに書いてくださいね。励みになります本当に、はい、よろしくお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。